はい、皆さん、コンタコス、タルタコスでございます。さて、今回はですね、数々のバルヘイム解説動画を出してきたタコスですが、アップデートで変わってる部分もあったり、初心者の方も増えてきていることを考えて、初心者と共に攻略するバルヘイム解説、やっていきましょう。以前出した動画よりですね、より初心者なおかつソロ攻略向けの動画になってます。建築やテイム等は解説動画で紹介してるので、その辺はね省きつつ、攻略っていうところにポイントを当てて解説するので、経験者の方にはあんまり得な情報はないかもしれないですね。逆にですね、これから始める初心者の方で、なおかつねソロプレイの方、一緒にね頑張っていきましょう。さて、それではね、早速キャラを作るところから始めましょう。この辺はねお好みで作ってもらって、はい、これでキャラができたらスタートですね。で、新しいワールドを作るので、この左上の新しい新ってやつを押して、このシードっていうところはねいじらなくて大丈夫なので、ワールドの名前だけ適当につけちゃってください。はい、これで完了ですね。で、ここでですねやってほしいことがあります。この左側のワールド補正、これをねクリックします。でするとですね、これ難易度が選べるようになってます。これをですね、初心者の方はイージー、これをね押しておきましょう。初心者でソロ攻略の場合は、タコスの場合はねイージーを推奨してます。マルチの場合ではノーマルでもいいかなとは思いますね。後でね設定も変えられるので、ソロで自信のある方はねノーマルでも全然大丈夫です。で、次にですね、このポータルという設定ですね。何が変えられるかっていうと、アイテムをポータル間移動できるかどうかっていうね設定を変えることができます。このゲームね、ポータル間移動ができないアイテムが多いんですよね。なのでサクッとクリアしたいっていうね、例えば配信者の方とか、一周サクッとクリアしてみたいなっていう方は、このポータルの設定を一番左へ、じっくりやってクリアしたいっていう方は何もいじらなくて OK ですね。この辺はお好みです。タコスはねちょっと省くために、このポータルは一番左にして、全てのアイテムをねポータルで移動できるようにしておきます。で、もしかしたらですね、ソロでねイージーでやってると、バカにされることもねあるかもしれないですね。ハードだったらとか、ベリーハードだったらとかね、そういうねマウントおじさんが出現するかもしれませんが、そうなんですね、役に立たない情報ありがとうございますと返しておきましょう。さて、それではね、ワールドの補正が完了したらゲームをスタートしていきましょう。さて、始まりましたね。こっからバルヘイムの冒険がスタートしていくわけです。で、目の前にこのカラスがいるんですけど、こいつはですね、基本的に無視でいいです。で、このカラスはですね、よくわからないことをつぶやく、一応ねヒント的なものを出してくれるカラスなんですけど、あんまりいらないです。はい、仕方しといてください。一応ですね、この設定の欄でこのカラスのヒントをね有効にするっていうチェックがあるので、これをね外すとカラスは出現しなくなります。で、タコスは分かってるので外しとくんですけど、必要がある方はここチェック入れておいてください。では、まず始める前にですね、簡単な操作方法について解説します。まず WASD で移動ですね。で、シフトを押しながら WASD を押すと走ることができますね。で、左クリックで攻撃、右クリックでガード、マウスホイールのボタンで強攻撃で、マウスホイールを奥にやるとズームイン、手前にやるとズームアウトで、落ちてるアイテムとかアクションとかはですね、これ設定を変えてなかったら E キーで物とか拾うときはねこのボタンで拾えますね。で、あとはコントロールでしゃがめます。忍び歩きってやつですね。で、右クリックをしながらスペースキーで回避。だいたいこんな感じですかね。
であとはですね、1から8で割り当てたアイテムを、対応するねボタンを押すとすぐ装備できるんで、ショートカットとして使えます。であとはですね、 M ボタンでマップを開くことができますね。でマップを開いた状態でこのね右側のアイコンを選んでダブルクリックすると、こんな感じでねマッピングができます。で右クリックで消すことができますね。でマップ開いてマウスホイールのボタンでピンを打つことができます。マップを表示してない場合でも方角がわかるので、目的地に向かいたい場合とかは結構使いますね。あとはマルチとかでもですね、この場所にみんな行こうぜっていう時にね、このピンを使うと、このピンっていうのはみんなに共有されるんで、みんなが向かうべき場所が分かります。操作方法としてはそんな感じです。結構ね簡単ですね。はい、では次にタブキーを押してみましょう。するとですね、この左側に今自分が手に持ってるアイテムがねざっと表示されます。でさっき拾った木とか石とかね、ここに入ってるのが分かりますね。で注意してほしいのがこの右側、今 Q/300 ってなってるんですけど、これ重量を表してます。アイテム一つ一つに重量っていうのがあって、これ石だったら2、木だったら4って表示されてるんですけど、このね合計した重量が左に表示されてて、この右側の300っていう数字、重量の合計が300を超えてしまうと、重たすぎてねキャラクターが行動できなくなります。なので基本的にはこの300っていう数字を超えずに行動してアイテムを集めるっていうことになってきますね。でここ右側の解説なんですけど、このカラスのボタンはさっきのカラスのヒントをですねもう一回確認することができたり、発動中のね効果いろいろあるんですけど、それを確認できたりしますね。でスキル、このゲームスキルっていうのがあって、いろいろね使っていくたんびにこのスキルは上がるんですけど、そのスキルの数字をね確認することができます。でトロフィー、これね敵を倒していくと、トロフィーっていうのを手に入るんですけど、そのトロフィーがねいくつ集まったかっていうのを表示してくれるボタンですね。そんなに使うことはないです。さて次はね一番右ですね。これ剣のマーク、これを押すと PVP オンで、もう一回押すとオフになります。これマルチでやってる場合に PVP オンにしてみんなでねちょっとバトルしたいっていう時は全員ねこの右側の PVP ボタンを押しましょう。基本的にはねオフで大丈夫です。さてこの下の作成ってやつが重要なんですけど、これ今3種類出てます。石堂のコンボハンマーでアイテムを集めるとですね、これが白い表示になって作成っていうボタンを押すとアイテムをねクラフトすることができます。このクラフトできる種類っていうのは、新しいアイテムを入手したら増えますし、後々ね解説する作業台とか、あとは火事場、そういったものを使うとまた種類がね一気に増えます。とりあえずね今の初期の段階ではこの3つしか作れないので、この3つをね作っていくことをまずは目標にしてみましょう。一番下のハンマー、そして棍棒、石の斧、これね3つとも木と石を使うので、まずはさっき拾ったですね木と石、これをね集めていきましょう。この枝っていうのを拾うと木になりますし、あとはねこういう石も拾うと石がね入手できるんで、まずはですね石と木を集めることを優先してもらって行動をしていきます。で石と木を集めるついでにですね、このねロケーションを登録するっていうボタンがあるベグビシル、エイクスリュ、これをね登録しておきましょう。するとですねマップでエイクスルの表示が出ますね。この石碑何かというと、登録することでボスの場所をですねマップに記してくれます。なので見つけた際はね必ずこのねロケーションを登録することを忘れないようにしましょう。さてそれでは木と石をね集めていくんですけど、道中ですねいろんなアイテムを拾うことができます。例えばこのラズベリー、そしてタンポポで、あとはキノコとかですね、いろんなアイテムを拾うことができるんですけど、基本的に拾ってはいけないアイテムとかはないので気にせずね拾っていってもらって OK です。
でここで食事について軽くね解説しましょう。さっき拾ったラズベリーとキノコ、これですね、右上にフォークマークついてますね。このフォークマークがついてる食べ物っていうのは食べることが可能です。右クリックで食べることができるので、まずね右クリックでラズベリー、キノコ、これを食べます。するとこの左側にねラズベリーの表示とキノコの表示が出ましたね。で食事を取ることによってこの体力とねスタミナ、これをね増やすことが可能です。でこの左下にね表示されてる通り3種類のね食事を取ることが可能ですね。今2つ食べたのであと1種類何か食事があれば食べることができます。でこの 10M、15M、 これはねラズベリーだったら10分後、キノコだったら15分後に効果が消滅しますよっていうことですね。で基本的にはですね食事っていうのは3種類しっかり食べて行動するっていうのがこのゲームの基本になってきます。序盤はですね仕方ないんですけど、後々ねすぐ1種類増えるので、とりあえずは見つけたこのラズベリーとキノコ、これはね食べておきましょう。でさらにですねこのねフォークのアイコン、食事についてるんですけど、黄色だったらスタミナ、銀色だったらバランスよく、でもう一つがね赤色なんですけど、赤色だったら体力、こんな感じでね3種類の食事があります。それぞれ、自分がね例えば体力伸ばしたいなっていう時は体力食べてもらったらいいですし、スタミナ伸ばしたいなっていう時はスタミナ、黄色の食事を食べてもらったら大丈夫です。さて軽くですね食事について解説が終わったところで物資集め頑張っていきましょう。で行動してるとですねイノシシとかねいろんな敵が襲ってきます。これ一番最初の草原なので難易度イージーだったらね別に素手で全然問題なく倒せますね。イノシシを倒した時に落とすアイテムもしっかりとね回収していきましょう。はい、で石と木がある程度集まったらまずはですねこの右の作成のところからハンマーと棍棒で石の斧、この3つをね作成しましょう。こんな感じですね。で作成できたらですね次に空き家を探していきます。空き家を探していくんですけど、道中ですねこんな感じで敵が襲ってくるんですけど、普通にね石の斧とかさっき作った棍棒でしばいてもらったら全然ね倒せる敵なので大丈夫です。もしね体力が少ない、やばい、やられるっていう時はこのねクレイリングとさっきのイノシシは、松明装備してると火をね怖がって逃げていきます。なのでもし危ない場合っていうのはこの松明をね装備して敵からね逃げることをお勧めしますね。今回はね全然棍棒で倒すことが可能です。さてそれではね空き家を探していきましょう。お、ありましたね。これがですね空き家です。はい、これですね。序盤はですねとりあえず寝ることを優先したいのでこの空き家をですね拠点として使っていきます。でまずこの空き家が見つかったらマップでね拠点とかなんとか打って分かるようにねしといてもらったら大丈夫です。でこのね拠点が見つかったら石の斧を装備して木をね伐採していきます。木材がね少しいるので木材の調達ですね。で探索をしてるとこんな感じで空き家がいっぱいある時があります。自分がもしですね拠点となる空き家を見つけてる場合、これはですね木を大量ゲットできるチャンスですね。ハンマーを装備してもらって右クリックで建築をすることができます。でここの作成の欄にあるこの作業台ですね、これを家のとこにねポツンと置きます。すると新しいクラフトがいっぱい出るんですけど、それはですねシカとしてもらって作業台を設置できたらハンマーを装備したまんまこのマウスホイールのボタンをね押します。するとですねアイテムを分解できます。で今回ねこの空き家をバーッと壊すことによって木がねいっぱい手に入るので
もしね空き家をいっぱい見つけた時はこんな感じでね木材をいっぱいゲットすることが可能ですね。覚えておくとですね攻略が少し楽になります。である程度ですね今木が50本と26本、結構集まってきたらさっきの拠点に帰ってで作業台をね設置します。ハンマーを装備して右クリックでこの修理っていうねボタンがあるので家をね修理しておきましょう。左クリックで修理できますね。で修理ができたらですねこの屋根これがですねところどころ欠けてるのでこれをね設置してあげます。もう一度右クリックでこの建物でこの屋根の45度これをねつけてあげると家としてね完成します。でこの建築はですねマウスホイールを回転させるとこんな感じで角度変えられるので自分がね設置したい角度で設置していきましょう。こんな感じでね先ほどの空き家をリフォームして自分のねめちゃめちゃ小さい拠点ができました。最初はねこれで大丈夫です。でできたらですねこの手前の方の屋根をですね一列壊します。さっき作ったんですけどちょっと一旦壊してもらって床も壊してここにですね焚き火これをね置いておきます。でこの屋根のあるところにベッドを設置しますね。これでね寝る準備が完了です。まず寝るのにはですねこの右上のアイコン見てほしいんですけどこの避難場所っていうね何かに囲われてる状況っていうのが必要です。この右上の避難場所っていうのが出てれば OK ですね。でそこにベッドを設置してで近くに焚き火このね右上に火って出てると思うんですけどこの火のアイコンがないと寝ることができないですね。この2つを設置して寝ることが可能になります。さっき話したベッドに必要な避難場所と火この2つがあればこの左側のね休息中っていうアイコンが出ます。この休息中っていうアイコンが出たまま少し過ごしているとこのね右から2つ目の休息済みっていうねバフを取ることができますね。この休息済みっていうバフを取ると体力回復 50% そしてスタミナ回復 100% このねバフをつけることができます。つまりですねスタミナの回復速度が2倍になって体力のね回復速度もプラス 50% 上がるのでこのね休息済みっていうバフをいかに切らさないようにするかっていうのがこのバルヘイムで生き残るコツでございます。でこの避難場所がない場合ですね今右上に避難場所ないんですけどこの火っていうアイコンが出てる状態で周りに敵がいなかったら X ボタンでね座ることができます。X ボタンで座るとこのね休息中っていうアイコンが出るので緊急事態で周りに家がないどうしようでも休息済み切れそうっていう時にこの火を焚いてもらって X ボタンで座るするとね休息済みのバフも取り直せるのでこれはね覚えておくとスムーズにね休息済みを取ることができますね。でこの休息済みのバフを受け続けながら行動するっていうのがバルヘイムにおいては生き残る上で超重要になってくるのでぜひねここでしっかりと覚えておいてください。さて次はですね作業台の解説に移ります。作業台って何っていう話なんですけど簡単に説明するとアイテムのクラフトそして修理ができる建築をすることができたりあと建築物をね破壊することもできちゃいます。大まかに言うとこんな感じのクラフトですね。右上に避難場所がある状態で作業台を使うとこの右側のですねクラフトさっき3つだったものがすごく増えてますね。これね作業台限定で作れるクラフトが追加されたよっていうことです。で忘れてはならないのがねこのハンマーマークです。これ今アイコンが光ってるんですけどこれはねアイコンが光ってたら絶対押した方がいいですね。というのもこのコンボの下にね白いバーがあります。これはね何を表しているかというと耐久値を表してますね。この耐久値をボタンを押すことによって今なくなったんですけどこれで 100% の状態に修理することが可能です。もちろんですねこのバーがなくなったらアイテム使えなくなるんですけど
使えなくなってもね、このアイテムを修理すれば再び使えるようになるので、壊れてもね、装備修理したら使えるので、そこだけはね、安心してください。なので基本的に作業台でできることはクラフトと建築、そしてアイテムの修理、これをね覚えておきましょう。はい、それでは夜になったらですね、ベッドを確保して寝ます。で、あと一つ解説しておかなきゃいけないのがスポーンポイントですね。スポーンポイントというのは、例えばね、冒険の途中でやられてしまったってなった時に、今マップを見るとここにねベッドのアイコンがあると思うんですけど、ここからスタートすることができますね。で、このスポーンポイントっていうのはね、避難場所があるところでベッド設置すれば簡単にね確保することができるので、少しだけ覚えておいてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。